皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第3回目、その前半です。テーマはユダヤ国家の建設に影響を与えた日本人です。昔ヨセフ・トランベルドールというユダヤ人がいました。彼の名前を知っている日本人は多くありません。しかしイスラエルでは知らない人はいません。彼はイスラエル建国の英雄なのです。日本で言うなら坂本龍馬にあたるような人物です。彼ははじめロシアに住んでいました。20世紀の初頭、日本とロシアの間に日露戦争がありました。その時ロシア軍の一員として彼も参加しました。しかしユダヤ人はロシアで差別を受けていたので、決して将校になることはできませんでした。けれども彼は大変勇敢に働いて伍長に抜擢されました。彼はユダヤ人ですが、その国家は約1800年前に消滅していました。それでもユダヤ人としての誇りにかけてロシア兵として勇敢に戦ったのです。砲弾を受け左腕を根元から失いました。しかし回復してまた戦場に出て果敢に戦ったのです。それで片腕の勇士と呼ばれ、同胞からも尊敬を受けていました。日本とロシアの戦闘である日トランベルドールは日本の捕虜になってしまいました。1905年のこと。ロシアの捕虜収容所は7万2000人です。それを1年余り養ったのです。全国26カ所の収容所が設立され、そのうち2万8000人が彼と共に日本の大阪の捕虜収容所に連れてこられました。彼らの多くは有名な203高地にあった旅順で捕虜となった兵士たちでした。ここを指揮した乃木大佐はご子息を2人紳士させています。遡ること1899年、オランダ・ハーグで第1回バンコク平和会議が開かれました。日本も参加して捕虜、傷病者に対する人道的な扱いが定められました。日露戦争はその会議後初めての大規模戦争であり、国際的に注目されていました。一等国の仲間入りを目指す日本はとりわけ捕虜の待遇に気を使いました。日本は貧しい経済状況で大変な負担にもかかわらず、これを真面目に守ったのです。捕虜収容所といえども待遇はとても良かったのです。新型コロナウイルスの対応について日本人が決められたことを徹底した守る姿勢を見て、日本人は昔から変わらない国民だなとつくづく思います。収容所は海岸から近くて、周りの景色はとてものどかなところでした。日本各地で思わぬ地域が選ばれました。ここ大阪は26万平方メートル、甲子園の6倍の広さ、宿舎100棟、それに病院、パン工場、教会堂を備えていました。しかもローマカトリック教会とギリシャ正教会のそれぞれの礼拝堂です。ただ捕虜を収容したというのではなく、ロシア兵の傷の手当てだけでもなく、精神面、特に彼らの宗教を大切にしました。日本の家屋にはまだ電灯が普及していない時代でしたが、収容所の建物にはどこも電気がついていました。これはそれぞれの宗教に分けられたので、900人のユダヤ人たちは同じ建屋で暮らすことができました。
日本は彼らにこのような配慮をしたのです。捕虜によるパン工場も作られ、新鮮な肉や野菜がふんだんに支給されて、食料事情は良かったのです。その上、将校には当時のお金で月額で3円、兵には50銭が支給されました。これらは捕虜の取り扱いを定めたハーグ条約に沿ったものでした。約束を守る。これは日本人の特質です。それを破ることは恥なのです。日本は恥の文化とも言われます。ロシア兵の収容は貧しい日本にとって相当な負担でもあったにもかかわらず、できる限りのことをしました。同じ頃、四国の松山でもロシア人捕虜収容所がありました。昨年封切られた映画スノーキンの見た桜、これで紹介されている捕虜収容所の生活はよくぞここまでと思えるほどの待遇でした。肉親を戦争で殺された看護婦たちが敵国の捕虜の傷の手当てをする。彼らを許せない自分と苦悩し涙する姿が描かれています。憎しみを乗り越え、捕虜としてではなく一人の人間として対応したのです。トランベルドールは日本人の所長に掛け合い、収容所の中に学校を作る許可を求めました。所長はそれを許可してくれました。彼は高い教養を身につけており、教育の重要性を認識していました。彼は捕虜たちにロシア語の読み書きや算術、地理、歴史を教えました。多くのユダヤ人たちはロシアでは差別され、教育の機会を失われていたからです。収容所内でユダヤ人にとって最も大切な水越の祭りをしたいというと、所長は横浜のユダヤ人社会と連絡を取って、ユダヤ人捕虜のために種なしパンの粉とパンを焼くためのかまどを取り寄せてくれました。こうした中でトランベルドールは思ったのです。日本は何という文明国だろう。敵の捕虜に対してでさえこれほどに親切に接してくれる。どうして日本のような小さな貧しい国が大国ロシアを相手に勝つことができたのか。そもそも日本は300年近くも鎖国して孤立した状態で長らく過ごしてきた。近代化に取り組んでわずか38年で大国ロシアに挑み勝利した。これはこの日本人たちの心がこんなにも豊かだからではないか。日本人は規律が正しく勤勉で愛国心が強く、互いに私利私欲を捨てて公のために生きている。トランベルドールは実はシオニストでした。シオニズム運動というのは迫害されないユダヤ人国家を建設しようという運動です。ユダヤ人は今は世界に流浪の民となり、自分もロシアに生まれた。しかしやがてユダヤ人はパレスチナに帰って祖国を再建しなければならない。その再建されるユダヤ国家はどのような国家でなければならないか。それをこの収容所で温め続けたのです。彼はやがて新しく生まれるユダヤ国家は日本のような国家でなければならないと心に思うようになりました。捕虜としての日本滞在は彼の建国の理念を熟成するという時となりました。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならない大切なことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではありません。日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは優しさでした。戦争で最も悲惨なのは一家の
大黒柱を失った皆仕事山本であり、また捕虜となった在留異国人です。弱者に寄り添う神、この心を日本人は聖書から受け継いだと思います。前回第2回目でお話しいたしましたように、シベリア残留のポーランド孤児のような状況を見るとき、見て見ぬふりができないのです。イスラエルの元駐日大使エリ・コーヘン氏がこの地を訪れられました。元大使はトランベルドールのことを子供の頃から両親よりよく聞かされて育ちました。彼の思想を受け継ぎ、剣道と合気道4段、空手5段の武闘家であり、親日家でもあります。大阪の収容所で亡くなった89名のロシア人捕虜の墓が今もきちんと掃除され、花が手向けられていることに、他の国ではありえないことだと深く感動し、またそのように述べられています。近くの泉佐野市の共同墓地に今もロシア兵の墓が守られ、地元の住民が組合を組織し、長年お世話をされてきたのです。戦争では敵味方に分かれても、戦いが終われば互いの勇気をたたえ合う。ましてや国のために命を落とされた方々です。異国の地で故郷に帰る夢を見ながら亡くなられた方々には、日本人はひとしお憐れみを抱くのです。聖書の一節をご紹介いたします。この箇所はイスラエル人が400年のエジプトの奴隷の時代を終え、約束の地イスラエルに入る直前に神がモーセを通して語られた言葉です。あなたの神主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏った愛することなく賄賂を取らず、みなしごや山場のために裁きを行い、在留異国人を愛してこれに食物と着物を与えられる。あなた方は在留異国人を愛しなさい。あなた方もエジプトの国で在留異国人、奴隷であったからである。旧約聖書新明記10章。それではお知らせです。次回4回目、10月3日土曜日です。テーマは世界が羨む日本の天皇です。メールアドレスも添付しています。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴誠にありがとうございました。